はい、皆さんこんにちは、かすみです。セバスチャンです。以前アップした羽田空港でかすみんがクイーンを出迎えるという動画でキムチがかすみんのことをねあ、かすみんっつって認知してるっていうシーンがありました。ありました。自己紹介動画の中でも少しお話ししたんですけど、私が初めて会ったクイーンっていうのがシーズン8のキムチとナオミだったんですね。で、今回その時のお話を、つまり私がキムチとナオミに初めて会った時のお話を共有できたらなと思いますはい、これはもうね本当に愛と奇跡の感動の物語なので皆さんハンカチを用意してご覧ください。まず時期で言うとあれは2018年の春頃の話だよね。そう、2年前の春の話でした。で、もともとその時多分キムチとナオミが2人でアジア何カ所か回ってショーをやっていて、でも日本はその開催国に入ってなくて、近隣のアジアはするのに日本は開催されてなくって残念だなと思ってて、でタイではショーがあって、バンコクではそう僕当時まだタイにちょうど住んでたからかすみんがタイに来れば2人でねナオミとキムチに会えるねみたいな話をしてたんだけど、ちょうどその2人がタイに来るタイミングで逆に僕は日本に一時帰国をしなきゃいけないっていう仕事の関係でね。そうタイって私その時バンコクって行ったことなくて、やっぱ知ってる人がいないとうーっていう気持ちでタイには行けずで、せっかくそのクイーンたちが近くにいるけど今回は会えないなーって仕方ないなーって諦めてたんですね。でこのショー自体のフィナーレが台湾とかそこら辺で確か行われてて、ショーが終わった後のスケジュールが何日か空いてそうなところがあって、ツアー日程とか2人の各ホームページを確認したところアジアツアーの後何日か2人ともスケジュールが空いてたんだよね。そこでひょっとしてこれってもしかしてバケーションで日本に観光に来たりするんじゃないかな、来たらいいよねって話をセバちゃんとしていて、冗談でねそう来ないかなとかって言ったりしたんだけど、本当に日本に来てて、そう観光に来てて、キムチとナオミの2人が、でなんで分かったかっていうと、キムチってめちゃくちゃ日々のことをインスタのストーリーでポストするんだけど、ある日突然カードキャプターさくら、多分その時東京タワーでカードキャプターさくら展みたいのをやってて、こうやって撮ってて、って日本にいるのかなみたいにってなって、ちなみに、俺はその2人が日本に来たまさにその日にタイに帰ったっていう本当に超すれ違いでした。で、私はずっと生まれも育ちも東京だから、東京の結構中心が生活圏なので、彼女たちがインスタにアップするところが、ここはここ、ここはこれ、ここはここって結構わかるんです。で、土地感とか距離感とかもわかるから、で結構当たってて、じゃあここに行ったってことは次多分ここに行くのかなって思ったら、本当に行ってたりしてね、生活圏内にキムチとナオミがいるってめっちゃすごい不思議な気持ちって思って、仕事の昼休みの時とかにもしかしたらいるかもしれないみたいなちょっと緊張感を持って、わかるもう同じ街にいるっていうだけでねレーダーをオンにしちゃうね。オンにしてて、でそうこうしながらストーリーズとかずっとチェックしてたら、キムチが10分前とかにアップした場所が本当に私がいた場所からすぐで、と思って、でこれもうちょっといるかもしれないって淡い気持ちで急いで行ってみようって言ってサインしてもらう用の手帳とかサインペンとか常に持ち歩いてて、それでストーリーズにポストされた場所周辺に行ってみたんだよね。そうで、その時俺らずっと LINE してたんだよね。いやもう行った方がいいってみたいな、いやでもそんな簡単に会えるわけないしみたいな、いやでもダメ元で行った方がいいってみたいなやり取りをずっとしてて、で本当にダメ元で行ってみたらいたの本当にダメ元だったから、もういざ目の前にめちゃくちゃ大好
きな番組に出てる出演者の2人がいて、で何を話しかけていいのか分かんなくって、日本のスターとかに遭遇した時ですら何話していいか分からなくなったりするじゃないですか。国たちを目の前にして英語で何て言ったらいいのか分からなくって、とりあえず「エクスキューズミー」って話しかけて、でそしたら2人はまさか日本のファンに話しかけられるなんて思ってなかったみたいで、まして完全プライベートで来たわけだからね。そうそう、ね、めっちゃドラッグレースのファンなんですってことをその2人に伝えたらすっごい喜んでくれて、でアラスカがなんかオーストラリアのショーでビッグから出した花びらを私その時持っててどういうこと？なんかアラスカが確かオーストラリアでトラックショーした時に、ビッグの下からなんかサシャがやるように花びらを落とすパフォーマンスをしたらしくて、でそれを見に行ってた知り合いがなんか花びらを何枚か拾ってて、で1枚私にくれてたの。でキムチとナオミにどうにかドラッグレースのファンなんですって伝えたくってでもなんか物的証拠ってもうそれぐらいしかなかったから、これアラスカの花びらみたいなそれも絶対2人ともポッカーンじゃん。そうでもちゃんと愛は伝わってくれたし、あとなんか私ほらその時さ PV 作ってたじゃん。なんかドラッグレース好きすぎて自分で PV 作ったんだよねみたいな感じでPV とか見せてて、たら2人ともすごいびっくりしてくれて、なんかサインもしてくれて、セワちゃんへのメッセージもビデオで撮ってくれて、そうナオミがね俺の名前を呼んでくれてると思って100回ぐらい再生した。サインも送ってくれたよね。その辺のコピー用紙みたいなそうペラペラの裏紙みたいなペラペラのなんかでサインをしていただいて、でその後それは国際郵便でセワちゃんのタイの自宅に送りました。届きました。それがキムチとナオミ初めての出会い、で会った時に確かその段階でもうニューヨークのチケット売ってたんだよね。まあとりあえず近い時期だったよね。そう近い時期で行く気その時満々で、キムチとナオミの2人にももうドラッグコンのニューヨーク絶対行くからみたいな、忘れないでねってすっごい念をしてでナオミは結局ニューヨーク来れなかったんだけど、キムチはなんか約束通りニューヨークのドラッグコンで再会をニューヨークでなんか2人が東京からアメリカに帰った時にしばらくしてキムチが、これもまたインスタのストーリーなんだけど、東京バナナをポストしててそうなんか日本で自分たち用のお土産として東京バナナを買ってたらしくて、すげえ気に入ってたっぽいんだよね。でそのインスタのストーリーズに東京バナナ最後の1個になっちゃったみたいなのを載せてたっていう。そうで私それずっと覚えてて、ニューヨークのドラッグコンに行ってキムチに会ったら絶対東京バナナあげようって思ってて、であとキムチがグデタマが好きだったからサンリオのショップでグデタマのグッズとかめちゃくちゃ買ってて、私その時めっちゃ大荷物でなんか紙袋こんな持ってキムチに会いに行って、前の方が写真撮り終わってはけて、キムチが次の撮影でなんか自分の髪の毛とか直してる時に私と目が合って、でしたらキムチが「はぁ!」みたいな顔してて、覚えてたみたいに、日本で会った子だよねみたいな、東京にいる子だよねって覚えててくれて、でなんか東京バナナあげたりとか、いろんなものあげたの、したら周りの人めっちゃ笑ってて、なんかなんかその時の写真はキムチなんか両手いっぱいにいろんなもの抱えてグレタも写ってるわ、なんか写ってるわ、こんな状態で、でも本当にとにかく覚えてくれてたのが嬉しくて、でなんとその東京バナナなんとその日のストーリーにアップしてくれたの、かすみがくれたみたいな感じで、そうかすみんのインスタアカウントをタグ付けして、わざわざキムチがストーリーズアップしてくれたんだよね。こんなことあるのと思って、すごい持ってってよかった東京バナナ、本当によかったって、羽田空港に感謝って思ってでナオミとはさらにそこから8ヶ月後ぐらいに LA で再会。そうやっと次の年の LA のドラッグコンでナオミにも再会できて、でもさすがにもう日本に彼女が来てから1年以上経ってたし、もうちょっと覚えてないだろうなと思って、だけど淡い期待をまた胸にスマホの待ち受け画面をキムチ、私、ナオミちゃんの3人で撮った写真にしてて、日本でね。
そうそう。で、ミーグリの時に「ね覚えてる?」って言ったら「覚えてる」って言ってくれて。そうだから俺もナオミに会った時にそのかすみんの次にナオミにミーグリだったから、その前回日本に来てさっきの女の子と会った時にかすみが撮った動画の中で俺の名前を呼んでくれたんだけどみたいなことを言ったらそれに対してもナオミは「あ覚えてるよ」って言ってて、それはさすがに社交辞令だろうなと思って。ね、私のも社交辞令かもしれないけど、っうんていうそうすごい優しかった。うん、っていうまあなんかそういう長い歴史を経てのこの間の羽田空港でのかすみだったのね。そうちゃんと日本にやばい人がいる、やばやべえいやつがいるな、女がいるうん、名前を覚えてくれてたのが結構嬉しかった。そうだね。そうだから忘れられる前にまた早くドラグコンでね会いに行きたいね。今年は中止になっちゃったし、っていう、ということではい今回はかすみんとキムチとナオミとの出会いについてはいはいでした。さようなら。